アルトコインって何？ 1、アルトコインの概要。サトシくん、昨日の晩ご飯がカレーだったんだけど、鍋にいっぱい作りすぎて冷蔵庫がカレーハウス状態だよ。博士、余計な話はいいから、ビットコインの話を始めましょうよ。特にアルトコインについて教えてください。了解、了解。それじゃあ、まずアルトコインの概要から説明しようか。お願いします。アルトコインとは、ビットコイン以外のすべての仮想通貨の総称だよ。ビットコインの代わりとして、もしくは保管する目的で作られたものが多いんだ。なるほど。ビットコイン以外全部ってことか。でも、なんでわざわざ別のコインが作られるの？良い質問だね。ビットコインには限界や欠点があるから、それを改善しようとする動きがあるんだ。例えば、取引速度やプライバシーの問題を解決するために作られたコインも多いよ。そうなんだ。じゃあ、草コインっていうのもアルトコインの一種なの？そうだよ。草コインは、特に新しくて価値が低い、まだ知名度のないアルトコインを指す言葉なんだ。英語では、シットコイン、なんて呼ばれることもあるね。草コインって、名前がひどいな。でも、それって、詐欺っぽいコインも含まれるんじゃないの？その通り。草コインには詐欺的なものも多いから、投資する際には十分注意が必要なんだ。2、代表的なアルトコインの紹介。さて、次は代表的なアルトコインをいくつか紹介しようか。おお、知りたい。まずはイーサリアムだね。これはスマートコントラクトという技術を導入していて、契約や取引を自動化することができるんだ。イーサリアムは多くの分散型アプリケーション、DAX の基盤として使われているよ。さらに、最近は、イーサリアム 2.0 と呼ばれるアップグレードが進行中で、これによりスケーラビリティやエネルギー効率が大幅に向上する予定だ。イーサリアムはよく聞くね。スマートコントラクトって便利そうだし、アップグレードも期待できるんだね。イーサリアムはその多様と性から、金融業界だけでなく、エンターテイメント、医療、物流など様々な分野での応用が進んでいるんだ。例えば、音楽やアート作品の NFT 市場で広く使われているし、分散型金融、DeFi、プラットフォームでも主要な役割を果たしているんだよ。本当に幅広いんだな。イーサリアム、まさに次世代のブロックチェーンって感じだね。次にソラナ、ソルだ。これは非常に高速で低コストの取引が可能なブロックチェーンプラットフォームなんだ。ソラナは独自のコンセンサスメカニズムであるプルーフ・オブ・ヒストリーを採用していて、これが高速な取引を実現しているんだ。DeFi、分散型金融や NFT、非代替性トークンの分野で人気が高まっているよ。ソラナも聞いたことあるよ。高速で低コストっていうのは魅力的だし、プルーフ・オブ・ヒストリーっていうのも面白いね。ソラナは1秒間に何千ものトランザクションを処理できるスケーラビリティを持っていて、大量のデータを扱うアプリケーションやゲームにも適しているんだ。例えば、ソラナ上で動くセラムという分散型取引所は、高速なトレーディング体験を提供しているんだよ。ゲームや取引所でも使われてるんだね。そう考えると、ソラナの可能性もすごいな。さらに、ソラナは DeFi エコシステムの成長に大きく貢献しているよ。例えば、レイディウムという自動マーケットメーカー、AMM は、ソラナの高速性を活かしているんだ。また、NFT プラットフォームのソラナーとも盛り上がっていて、多くのアーティストやコレクターが利用しているんだ。DeFi だけじゃなく、NFT の世界でも活躍してるんだね。ソラナは本当に万能だな。最後に BNB、バイナンスコインだ。これは世界最大の仮想通貨取引所、バイナンスが発行するコインで、取引手数料の割引や他のサービスにも使われるんだ。さらに、バイナンスのエコシステム全体で使われており、バイナンススマートチェーン、BSC、上でのトランザクションにも利用されているよ。バイナンスコインか。取引所のコインってのも面白いね。手数料が割引されるなら使い勝手も良さそうだ。BNB は定期的に、バーンと呼ばれる供給量の削減が行われていて、これによってコインの希少価値が高まる仕組みがあるんだ。また、バイナンススマートチェーンはイーサリアムに似た機能を持ち、DeFi プロジェクトや DAX の基盤としても利用されているんだ。コインの供給を減らして価値を上げるって、面白い仕組みだね。バイナンスもいろいろ考えてるんだな。さらに、BNB はバイナンスのエコシステム全体で使われているから、バイナンスローンチパッドのプロジェクトや取引所の他のサービスでも利用できるんだ。これが BNB の需要をさらに高めているんだよ。使い道が広がると、コインの価値も上がるってことだね。納得だ。3、ステーブルコインと WBTC の説明。次に、ステーブルコインについて話そうか。ステーブルコインって何？ステーブルコインは、法定通貨と価値が連動している仮想通貨のことだよ。例えば、USDT、テザーや USDC、USD コインは、1USDT や 1USDC が常に1アメリカドルと等価になるように設計されているんだ。これにより、
仮想通貨の価格変動リスクを抑えることができるんだよ。なるほど、仮想通貨の価値が安定しているのは安心だね。 USDT は仮想通貨市場で最も利用されているステーブルコインで、トレーディングペアや DeFi プロジェクトで広く使われているよ。一方、USDC は監査が行われていて、透明性が高いとされているんだ。両者ともに仮想通貨のエコシステムで重要な役割を果たしているんだよ。USD と USDC ってそんなに使われてるんだ。ステーブルコインがあると便利だね。さらに、ステーブルコインは国際送金にも利用されていて、送金手数料が低く、スピーディな取引が可能なんだ。これは特に、銀行を通さない P2P 取引でのメリットが大きいんだよ。国際送金にも使えるってのは大きいね。銀行よりも手軽だし、安いなら使ってみたい。次に、WBTC、ラットビットコインについて話そうか。WBTC、なんだそれ。WBTC は、ビットコインの価値を持ちながら、イーサリアムのブロックチェーン上で利用できるようにするためのトークンなんだ。これにより、ビットコインを DeFi プロトコルで利用することができるんだよ。ビットコインの価値を持ちながら、イーサリアムの世界でも使えるってことか。便利だね。WBTC はビットコインの価格安定性とイーサリアムのスマートコントラクト機能を組み合わせることで、流動性提供やレンディング、ステーキングなど、DeFi の多様なサービスに活用されているんだ。また、ビットコインホルダーにとって、イーサリアムエコシステムに参加する手段としても有用だよ。ビットコインの価値を生かして、イーサリアムでいろいろできるんだね。それは魅力的だな。WBTC はビットコインのトークン化の一例で、他にも RENBTC や HBTC などが存在するんだ。これらのトークンも同様に、ビットコインの価値をイーサリアム上で利用するための手段なんだよ。ビットコインのトークン化って、いろんな種類があるんだね。どれも面白そうだな。4、ミームコインの説明。次に、ミームコインについて話そうか。ミームコインって、なんかふざけた名前だな。そうだね。でも人気があるんだよ。例えば、ドージコイン、ドージーや柴犬、柴が有名だ。ドージコインはもともとジョークとして作られたコインだけど、イーロン・マスク氏のツイートなどで注目を集めているんだ。柴犬も同じように、コミュニティの力で価値が上がったんだ。ドージコインは知ってるよ。イーロン・マスク氏がよく話題にしてるね。柴犬もそんな感じか。ミームコインは、日本語で言うと、ネタコインみたいなものだよ。インターネットミームやジョークをテーマにした仮想通貨で、コミュニティの力や話題性で価値が変動するんだ。ネタコインって聞くと、ますますふざけてる感じがするな。でも、話題になるってことはそれだけ注目されてるってことか。そうだね。ドージコインなんかは、インターネット上のドージという犬のミームから生まれたんだ。そして、柴犬コインはその名の通り、柴犬犬をテーマにしたミームコインなんだよ。どちらも、初めは冗談半分で作られたけど、今では多くの投資家が注目しているんだ。なるほど。ミームから生まれたコインなんだね。それなら話題になるのもわかる気がするよ。ドージコインや柴犬は、特に SNS での話題性が高く、多くのフォロワーを持つインフルエンサーによる発言が価格に大きな影響を与えることもあるんだ。これがミームコインの特徴でもあり、リスクでもあるんだよ。インフルエンサーの発言で価格が動くって、ちょっと怖いな。でも、それが面白さでもあるのかも。さらに、ミームコインはそのユニークなコミュニティ文化から、独自のプロジェクトやイベントが盛り上がることが多いんだ。例えば、ドージコインは慈善活動やスポーツチームのスポンサーとしても活用されているんだ。コミュニティが強いと、いろいろな活動ができるんだね。それも魅力の一つ。5、メッセージアプリ関連のコインとポルカドットの説明。次に、メッセージアプリ関連のコインについて話そうか。トンコインがその一例だ。メッセージアプリと仮想通貨、どうつながるの？トンコインは、テレグラムオープンネットワーク、トンというブロックチェーンプラットフォームのネイティブトークンなんだ。テレグラムというメッセージアプリを開発した会社が作ったブロックチェーンで、トンコインはそのエコシステム内で使われるんだよ。テレグラムがブロックチェーンを作ったんだ。知らなかった。トンコインは、トンブロックチェーン上での取引手数料の支払いや、ネットワークのセキュリティを保つためのステーキングなどに使用されるんだ。テレグラムユーザーにとっては、トンコインを利用することで、より便利なサービスが提供されるようになるんだよ。メッセージアプリのユーザーが仮想通貨を使うって、未来的だな。どんなサービスがあるの？例えば、テレグラムのユーザー間での瞬時の送金や、デジタルアイテムの取引が簡単に行えるようになるんだ。また、広告やプレミアムコンテンツの購入などにもトンコインが利用される予定なんだよ。それは便利そうだね。メッセージアプリのユーザーが増えれば、トンコインの需要も増えそうだね。さらに、トンコインは分散型アプリケーション、DAX のプラットフォームとしても機能し、開発者はトンブロックチェーン上で独自のアプリケーションを構築できるんだ。これにより、
トンエコシステムがさらに拡大する可能性があるんだよ。DAX も使えるんだ。それなら、いろんなアプリが出てきそうだな。楽しみだね。次に、ポルカドット、ドットについて説明しよう。ポルカドットは異なるブロックチェーン間の相互運用性を実現するために作られたプロジェクトなんだ。異なるブロックチェーンを接続してデータやトークンのやり取りを簡単にする、パラチェーンという仕組みを持っているんだよ。異なるブロックチェーンをつなぐって、すごいな。それができればもっと便利になりそうだ。ポルカドットのもう一つの特徴は、ガバナンス機能だよ。ドットトークンを保有することで、ネットワークの運営に関する提案や投票ができるんだ。これにより、コミュニティが自律的にネットワークを管理する仕組みが整っているんだ。ガバナンス機能って、ユーザーが直接関われるのはいいね。民主的だし、信頼性も高まりそう。さらに、ポルカドットは高いスケーラビリティを持っていて、多くのトランザクションを同時に処理できるんだ。これが可能なのは、ポルカドットが複数のパラチェーンを持っているからで、それぞれのチェーンが独自のトランザクションを処理できるんだよ。なるほど。スケーラビリティが高いってことは、将来的にも多くのアプリケーションが使えるってことだね。ポルカドットのエコシステムには、他のブロックチェーンと連携するためのブリッジも含まれていて、これが異なるブロックチェーン間の相互運用性をさらに高めているんだ。これにより、データやトークンの移動がシームレスに行えるんだよ。ブリッジがあると、いろんなブロックチェーンとつながるんだね。それって、本当に便利だな。6、最近話題のアルトコイン。次に、最近話題になっているアルトコインについて話そうか。まず、AI 関連のコインが注目されているよ。例えば、シンギュラリティネット、AGIX なんかがあるね。AI 関連のコインか。AI が絡んでくるとさらに興味深いな。シンギュラリティネットは、分散型の AI ネットワークプラットフォームで、AI の開発者やユーザーが自由に AI サービスを提供し、利用できるんだ。これにより、AI 技術の民主化を目指しているんだよ。AI の民主化って、なんかすごいね。でも、具体的にどんなことができるの？例えば、AI の開発者は自分の AI モデルをプラットフォーム上に提供し、ユーザーはそのモデルを利用して問題を解決できるんだ。さらに、AI 同士が協力して複雑なタスクをこなすことも可能なんだ。それは便利だね。AI がもっと身近になる感じがするよ。シンギュラリティネットは、AI サービスの提供だけでなく、AI データの共有や AI 同士の連携もサポートしているんだ。これにより、AI 技術の進化が加速することが期待されているんだよ。AI 同士が連携するって、まるで映画みたいだな。でも、それが現実になるんだね。次に、RWA、つまりリアルワールドアセットに関連するコインも最近注目されているんだ。例えば、リアルエステートや貴金属などの実物資産をトークン化するプロジェクトが増えているよ。RWA の関連銘柄としては、イーサリアム、アバランチ、チェーンリンクが挙げられるね。実物資産のトークン化って、ちょっと難しそうだけど、面白そうだね。詳しく教えて。まずイーサリアム、イーサについてだね。イーサリアムはスマートコントラクトの機能を活用して、実物資産をトークン化するプロジェクトの基盤として広く使われているんだ。特に DeFi や NFT の分野での応用が進んでいるよ。イーサリアムって本当に多用途なんだね。イーサリアムは、不動産や貴金属などの実物資産をトークン化するためのプラットフォームとしても利用されていて、これにより、従来の資産の取引がより効率的に行えるようになるんだ。例えば、トークン化された不動産は、少額から投資が可能になり、流動性も高まるんだよ。トークン化された不動産って、普通の人でも投資しやすくなるってことか。それは画期的だな。次にアバランチ、アバックスだ。これはスケーラビリティに優れたブロックチェーンプラットフォームで、トランザクションの高速処理が可能なんだ。アバランチは複数のサブネットを使って柔軟なブロックチェーン運用を実現していて、実物資産のトークン化にも適しているよ。アバランチって聞いたことあるけど、そんなに高速なんだね。アバランチは、スマートコントラクトの機能を活用して、実物資産をトークン化するためのプロジェクトが多数進行中だよ。例えば、証券や不動産、コモディティのトークン化が進められていて、これにより、投資家はより簡単に多様な資産にアクセスできるんだ。いろんな資産をトークン化できるんだね。それって、投資の幅が広がるってことだね。最後にチェーンリンクだ。これはブロックチェーンと実世界のデータをつなぐオラクルネットワークとして有名だよ。チェーンリンクはスマートコントラクトが外部データにアクセスするための橋渡し役を果たしていて、実物資産のトークン化にも重要な役割を担っているんだ。チェーンリンクってデータをつなぐ役割があるんだ。便利そうだね。チェーンリンクは、
様々なデータソースから信頼性の高い情報をスマートコントラクトに提供することで、トークン化された実物資産の価値を正確に反映させることができるんだ。これにより、トークン化された資産の取引がより透明かつ信頼性の高いものになるんだよ。データの正確さが重要だもんね。チェーンリンクがそれを保証してくれるなら安心だ。7、まとめ。じゃあ、最後にまとめとして、今日のポイントを3つに絞っておくよ。お願いします。1、アルトコインはビットコイン以外のすべての仮想通貨の総称。2、草コインは価値が低く、詐欺的なものも含まれる新しいアルトコインのこと。なるほど。3、代表的なアルトコインには、イーサリアム、リップル、ソラナ、BNB があり、最近は AI 関連や RWA、ゲーム関連のコインが話題。特に RWA 関連ではイーサリアム、アバランチ、チェーンリンクが重要。了解。ところで、カレーがまだ大量に残ってるんだけど、サトシくんに手伝ってもらいたいな。いいですよ。でもこれは、貸し、ですよ。わかった。博士への貸し、ゲットだぜー。まあ、今度こそちゃんと量を考えて作ってくださいね。そうするよ。話は以上です。ありがとうございました。このチャンネルが少しでも良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。